いつも葵の給食室をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はとても残念なお知らせをしなければならなくなってしまいました。レシピの不正流用を発端として葵が病気になってしまい、この YouTube チャンネル葵の給食室を終了せざるを得なくなったというご報告です。葵から皆さんへのお手紙もありますので、一番最後に読み上げさせていただきます。神奈川県の業者が販売している保育園献立の中に、葵の給食室のレシピに酷似したレシピが200以上見つかり、2年以上商用利用されている可能性が非常に高いことが昨年末に判明しました。この画像はこの企業から献立を購入している保育園さんがレシピを不正流用されていないかと報告してくださったレシピです。タイトル、材料、分量が完全一致しており、材料の 0.2g という超微細な数字まで完全一致しています。作り方もほぼ同一で、意図的に最後の行だけ微調整した痕跡が確認されています。さらに重要なのがレシピ番号です。レシピ番号とは、レシピを作った人がハンバーグは1、カレーライスは2というようにレシピにつける通し番号のことで、違う会社でこの番号が一致することはまずありえません。ところがこの給食業者のレシピは1821番が野菜スープとなっており、葵の給食室レシピと完全に一致しています。これだけでも天文学的確率なのですが、さらにほうれん草、人参というサブタイトル、使っている材料、掲載順序、0.1g 単位での分量が完全に一致しています。葵の給食室ではレシピ番号を一切公開したことがないため、過去に葵の給食室レシピを提供されていた企業しか知り得ない機密情報です。このレシピ番号の一致はこれだけではなく19レシピに及びます。レシピ番号が19も一致しているということは、葵の給食室が提供したレシピデータをソフトに取り込み、自社商品として不正利用している可能性が極めて高いと言わざるを得ません。さらにこの19レシピだけではなく、この企業が販売している保育園献立の中に134件、この企業のウェブサイトに94件、計228件超の酷似レシピを2023年11月から現在まで2年以上使用し続けていたことを確認しています。これは AI が酷似と判定しているものだけの数で、類似の判定を含めると300を超えます。またこの企業のアクセス解析をしたところ、月に500回以上葵の給食室にアクセスされていたことも記録されていました。それだけにとどまらず、ウェブサイトのランディングページの写真や文言まで酷似していることを確認しています。全228件の証拠を掲載することは難しいのですが、主要な証拠をウェブページに記載しております。概要欄、プロフィール欄からご覧いただけますと幸いです。葵の病状についてです。この事実を知った葵は非常に大きな精神的ショックを受け、昨年末から塞ぎ込むようになってしまいました。今年に入ってからは日常生活にまで影響をきたすようになったため、病院で精密検査を行ったところ、パニック障害、適応障害、うつ病と診断されました。完治には1年近くかかるということでした。突然フラッシュバックが襲ってくる PTSD の兆候も出ており、さらなる精密検査も行っている状況です。この精神的ストレスが発端となって2月には肺炎まで併発してしまいました。峠は越えたのですが、3月に入ってからようやく会話ができるといった状態で、今なお日常生活もままならず寝たきりの状態が続いております。これらの状況を総合的に判断した結果、これ以上 YouTube チャンネルの活動継続は難しいと判断し、大変残念ではありますが、葵の給食室の YouTube チャンネルを終了することに決定いたしました。このチャンネルは葵にとっての生きがいであり、大切に育ててきた子供のような存在でした。視聴者さんからいただく野菜嫌いの子供が食べましたというコメントには、涙を流しながら喜んでいた葵の姿は今でも忘れられません。しかし今、レシピを不正流用され、葵の心は壊れてしまいました。この YouTube チャンネルを開くと、どうしても流用した企業とリンクしてしまい、とてつもない恐怖に襲われると語っておりました。葵はもうこのチャンネルに戻ってくることができません。何の落ち度もない葵が精神的苦しみを味わい、大切なチャンネルを閉じなければならない
悔しさ、苦しみ、無念は想像を絶するものだったと思います。この企業の公表についてです。給食は皆さんの税金が投入されている公共性の非常に高い分野です。この不正流用が疑われる給食業者も皆さんの税金が使われています。社名を含む今回の詳細は法的手続きを踏んだ上で近日中にこのチャンネルで公表する方針です。また過去に葵の給食室の保育園献立を利用していて未だに似たレシピが届く、レシピに見覚えがあるなど些細な情報で構いませんのでご一報いただけると幸いです。情報提供は概要欄、プロフィール欄にある URL からお願いします。すでに心ある複数の保育園さんからいくつもの有力な情報をいただいております。今後についてです。葵は現在長期療養をさせていただいております。その一方でエプロン会員でずっと応援してくださっている方々、クラファンを応援してくださった方々、保育園の皆様への仕事は継続したいという葵からの強い要望がございました。そのためクラファン支援者さん、エプロン会員さん、保育園さんのシークレットチャンネルを用意してそちらで動画やレシピ、献立を提供していくことにいたしました。まずはシークレットな環境で役立つ動画やレシピ、献立の発信だけに専念しリハビリを重ねていきたいと思います。なお TikTok、Instagram に関しては開設してから日が浅いため未公開の動画を順次公開してまいります。皆さんにお願いです。私たちはこのような理不尽な事態に直面していますが、決して泣き寝入りはしたくありません。私たちのように創作物を流用されながら訴訟費用や労力を考え泣き寝入りせざるを得ないクリエイターさんは山ほどいらっしゃいます。個人の方や保育園さんが私たちの YouTube を見て給食のレシピに取り入れる、それがダメと言っているのではないんです。給食事業者が同業他社のレシピを200以上不正流用し自分が考案したレシピとして商売をする。しかも流用された側の葵は心を壊し YouTube をやめざるを得ないどころか生きていくことさえやっとの状況です。これは明らかにおかしいと思うのです。これだけの登録者がいる私たちがこの事実を隠して泣き寝入りをしてしまえば他の方々に示しはつきません。悪しき先例を作ってはいけないと思うのです。ですからこれからも私たちはおかしいものとは戦う道を選んでいこうと思います。しかし戦うには本当に多大なお金と時間がかかってしまいます。私たちは今回レシピの流用、葵の疾患、 YouTube の終了と大変な損害を被るとともに今までにない苦境に立たされています。エプロン会員に入っていただく、加算取得サポートなどの保育園サービスをご利用いただく、動画コンサルなどの法人サービスをご利用いただく、寄付をしていただく、コメントいただく、どのような形でも構いません。皆さんのお力添えをいただけましたら本当にありがたく存じます。すでにご支援していただいている方も含め皆様にいただいたお力にはこれから葵と二人三脚で恩返しをしていこうと思います。詳細は概要欄、プロフィール欄の URL をご覧いただき、コメントも書けますのでコメントもお寄せいただけると嬉しいです。最後になりますが、葵が書いた文章を今の体調を考慮して私が代読させていただきます。いつも応援してくださる皆さんへ、こんな形でこのような報告をすることになってしまい本当にごめんなさい。今私はカメラの前に立って自分の声で皆さんに思いを伝えることができません。どうしても言葉に詰まってしまったり、今の体調では最後まで話し切ることが難しいため夫に託す形になることをお許しください。病状についてですが、以前のように撮影をしようとしてもどうしても体が鉛のように重たくなって動かなくなってしまったり、日中もただ起きて過ごすことさえ難しい状況が続いています。大好きだったはずの YouTube のことを考えるだけで言いようのない不安に襲われてしまう、そんな自分が悲しくて悔しくてたまりませんでした。今は少し撮影をお休みし、お薬の助けも借りながらピーク時よりは心身ともに落ち着いてきています。レシピの不正流用に関する問題について、レシピに著作権がないということは私も分かっています。もちろん皆さんに私のレシピを参考にしてもらえるのは私にとって一番の喜びです。でも今私たちの裏側で起きていることは、そんな参考にしてもらうという言葉で片付けられるような簡単な話ではないのです。
私が命がけで育ててきた葵の給食室、自分の子供のように大切にしてきたレシピたちが私の知らない場所で、私の思いとは違う形で200以上も使われていました。その事実を目の当たりにした時、胸が張り裂けそうで言葉にできないほどショックでした。私がここまで心を壊してしまったのは、ただレシピを真似されたからではありません。私が人生をかけて積み上げてきた誠実さ、子どもたちのための給食という信念そのものを根底から否定され、踏みにじられたと感じてしまったからです。本当はもっともっとたくさんの人の役に立ちたい、多くの人を元気にしたいという一心で、これまで楽しい動画を届けることに全力を注いできました。それなのに今、こんなことに自分の時間もエネルギーも奪われていることが悔しくてたまりません。正直に言えば、自ら命を絶ってしまおうと思ったことは一度や二度ではありません。でもそんな私をつなぎ止めてくれたのは、動画の元に届く温かいコメントや一つ一つ大切に読ませていただいた DM、 そしてエプロン会員の皆さん、クラファンで応援してくれた皆さん、現場で私のレシピを待ってくれている保育園の皆さんの存在でした。画面越しに届く皆さんの待ってるよ、葵さんのレシピに助けられてるよという言葉が、暗闇の中にいた私の手を引いてくれているようでした。皆さんへの恩返しだけは何があっても途中で投げ出したくない。それが今の私の最後の光であり、希望になっています。今はまだ少し休ませていただきますが、このままで終わるつもりはありません。理不尽なことに負けることなく、もう一度胸を張っておいしいを届けられる自分を必ず取り戻します。これからはエプロン会員さんとクラファン支援者さん、保育園さんだけのシークレットチャンネルを用意し、そちらで動画やレシピ、献立や近況報告を提供していくことに決めました。まずはこの安心できる環境で皆さんに役立つ発信だけに専念しつつ、少しずつリハビリを重ねていきたいと思います。葵の給食室は形を変えますが、私の給食への情熱はまだ消えていません。いつかまた心から笑って、また皆さんにツッコミを入れてもらえるような元気な私に戻れる日まで温かく見守っていただけたら嬉しいです。数ある中から私を見つけてくださり、今まで本当にありがとうございました。葵、本当にありがとうございました。